こんばんは、JPUG です。2023年12月27日にリリースされたアキュバンスの ESC ジャービス WX と RAT の最新ファームウェアですが、この最新のファームウェアを適用すると双葉の MC リンクに未対応となってしまう非常に悲しい要件がありました。 10px、7px、4pm プラスなどの双葉製プロポと S バスリンクアダプタがあれば MC リンク機能を使ってジャービス WX や RAT、MC971CR などの ESC の設定変更がワイヤレスでできてしまうという、それは便利な機能があります。その超便利な機能が消失してしまうということです。ただし完全に使えなくなるわけではなく、テレメトリシステムは従来通りに機能し、 ESC のファームウェアアップデートによって拡張された設定項目の値に拡張された値が含まれない場合は従来通りプロポでセッティング変更が可能です。とはいえ新しい機能が追加されたのであればぜひ使いたいものですね。新しい機能を使うためにはアキュバンスのタオサードが別途必要です。ただこのタオサードは ESC とケーブルで接続する必要があります。 S バスアダプタを購入しワイヤレスでプロポから ESC のセッティング変更が可能な環境を整えているのに、今さらワイヤード環境に戻るとかありえません。また定価19,800円税込みもするタオサードを別途購入しなければならないのはかなり理不尽ではないかと思います。私はすでにタオサードを保有していましたので、新機能を使うことになっても出費は不要ですが、保有してない方は辛い出費になると思います。これらのことから ESC ファームウェアのアップデートはせずにいたところ、2024年1月26日に双葉からこのファームウェアに対応する T10px 用のソフトウェアがリリースされました。これで心置きなく ESC ファームウェアをアップデートすることができます。早速翌日必要なものを揃えて ESC、タオサード、S バスアダプタのファームウェアおよび T10px のソフトウェアをアップデートしました。なんとなく嫌な予感はしていましたが、アップデート後プロポと ESC のワイヤレス接続ができない状況に陥りました。試しにタオサードと ESC をワイヤード接続してみたところ問題なく接続でき、セッティングも行えます。ここでなんとなくなのですが、タオサードでセッティングデータを一度書き込むと 10px とワイヤレス接続できそうな気がしました。実際試してみると予想通り 10px とワイヤレス接続できるようになりました。ちょっとしたトラブルもありましたが目的は達成できましたので良かったです。一点気になるのがタオサードを持ってない人はどうするのだろうということです。気になったのでアキュバンスのウェブサイトを確認してみると解決方法が掲載されていました。アップデート後スロットルポジションの初期設定を2回実施するように指示があります。送信機の設定状態によってはアップデート直後に限り1回の初期設定ではニュートラル位置を正常にメモリしない場合があるためだそうです。そして重要なのが次の2パターンです。タオサードを持ってない場合、一度 ESC モードに設定し ESC にプリセットされているいずれかのプログラムをロードする。タオサードを持っている場合、タオサード内のいずれかのプリセットデータを ESC に送信する。なおこれらはアップデート直後に一度のみ実施すれば以後この操作は不要とのことです。 ESC のアップデート作業はメーカーからの説明や指示事項が重要です。不意のトラブルに対処できるように作業を実施する前にウェブサイトの説明や製品マニュアルをしっかりと熟読理解した上で行うことが重要ですね。以上、ジャービス WX と RAT のファームウェアアップデート時におけるトラブル対応方法のご紹介でした。それではまた次回お会いしましょう。